称賛されないだけで傷つきます。ましてや、批判されようものなら、激しく傷つくので、激怒します。一度怒ったら、粘着力もすごいです。そして、自分しかなくて、自己中心的すぎるので、人の気持ちは全くわかりません。さらに、周りを敵視し、誰も信じていません。だから、とことん嫌な人になれます。こんにちは。自分探しイズムです。私はアダルト・チルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方はそちらも読んでみてください。今日は劣等感ベースの自己愛性人格障害、ナルシスティックパーソナリティディソーダー NPD について話そうと思います。といっても、自己愛性人格障害という診断名がつく人のことではなくて、そのような傾向がある人たちのことです。ここでは自己愛性人格障害的な人ということにします。自己愛性人格障害も全てが解明されているわけではありません。原因も一つではなく、いろいろな原因があるとされています。よく言われるのが、持って生まれた遺伝子の問題なのか、育ってきた環境が悪いのかということですが、両方が関係していると言われています。素質を持って生まれた人が悪い環境の中で開花させていくということです。そしてその環境はだいたい超過保護で育った。欲しいものは何でも与えられた。過度に称賛され特別扱いをされていた。などの甘やかされすぎとか、逆に虐待、ネグレクト、親の無関心などで全く愛されなかったなどが原因になると言われています。注意してほしいのは、じゃあ称賛とか特別扱いはいけないのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、称賛や特別扱いや甘えさせてもらうことは子どもの心の成長にとってとても大切なことです。でも過度な称賛や過度な特別扱いや甘やかされるのは良くないということです。称賛や特別扱いと愛は違います。また、親に甘えられるのと甘やかされるのは違います。これを混同してしまうとおかしくなってしまいます。また、開花の仕方は人によって違いますが、ある人は愛情のない親からどうにか愛情を得ようと、現実を無視して自分を高く評価するかもしれません。また別の人は甘やかされすぎたために自分は特別に偉い存在だと思い込むかもしれません。さらに別の人は愛されなかったために俺はひどく劣った存在、私は他人の奴隷になる存在などの思い込みがあり、それを感じないように反動形成で、俺はすごいんだ、俺は王様だ、となってしまう人もいます。このタイプが一番たちが悪いですが、ここではこのタイプについて話します。また、これらの要素を併せ持っている人も多いです。では、自己愛性人格障害的な人の特徴を見てみましょう。
自己陶酔をしていて自分は特別と思っている。称賛や名誉や成功を激しく求める。嫉妬が激しく他人を落とす。傷つきやすく批判されようものなら激怒する。自己中心的で共感力が全くない。誰も信じられない。です。一つずつ見ていきましょう。自己陶酔をしていて自分は特別と思っている。心の奥底に自分はひどく劣った存在というのがこびりついています。それもちょっと劣っているというレベルではなくて、ものすごく劣った存在といった感じ方です。でもそれを認められないのです。そこでそれに無意識で猛反発しています。だから平均的ではダメなんです。自分は特別にならないとダメなんです。無意識にある劣等感がひどければひどいほど特別意識もひどくなります。こうなると自信のない自分は自分にも周りにも隠します。自分にも隠すので自己陶酔が必要です。そこで言動が自信満々の言動になります。でも全ての自信満々の人が自己愛性人格障害的というわけではありません。本当に真から自信がある人と、真は自信がないのにそれを隠している人とがいます。隠している人は大げさになりすぎるので、よく観察しているとなんか変だなと感じます。例えば必要もないのにやたらとマウントを取ろうとする人がいますね。このような人は心の底では自信がない人です。他人は自分に厳しい評価を下すはずだという思い込みが心の深い部分にあるのです。それが怖いから先制攻撃をしているのです。称賛や名誉や成功を激しく求める。低すぎる自己評価に直面するわけにはいきませんので、一度成功すればいいというわけではありません。称賛され続けることが必要です。なので、称賛や名誉や成功を求める欲求はものすごく強いです。嫉妬が激しく他人を落とす。病的なほど劣等感が強く、心が未成長の人が、称賛や名誉や成功を激しく求めるということは、他人の称賛や名誉や成功に脅威を感じます。相手に自分の上に立たれることを恐れています。そういう事態は怒りになります。そこで他人を落とそうとします。成功者の足を引っ張る機会を常に狙っています。こういう人は何でもかんでも周りと競おうとし、他人を見下す言動をしたり、他人をひどく批判します。傷つきやすく批判されようものなら激怒する。心の底に病的な劣等感を隠し、それを絶対に見ないように一生懸命蓋をしているのだから、その蓋を外そうとする人には激怒します。つまり現実を無視して、俺は優れた王様だと自分をすごい人にしているのだから、
あなたは王様ではなくてみんなと同じですよ、と言われれば激怒します。ただ怒るのではなく、猛攻撃します。自己中心的で共感力が全くない。このような人にとって他人は一人の感情を持った人間ではなくて、他人は奴隷として利用すべき道具です。他人の欲求には関心が全くありません。さらにこのような人は自分にも周りにも自分をすごい人に見せるために必死だから他人の気持ちを考える余裕は1ミリもありません。こうなると他人の気持ちは全くわかりません。共感力はゼロです。共感力がないから自分の言動が相手をどれだけ傷つけ、どれだけ苦しませているかということにも気づきません。誰も信じられない。このような人は今は周りの人を激しく傷つけていますが、実は小さい時は自分が傷ついています。そこで周りは優しくない。周りは助けてくれない。周りは愛してくれない。などという思い込みがある人が多いです。こうなると人を信用しません。このような人は周りを敵視し、その敵に勝つこと、成功すること、上に行くこと、完璧であることで自分を守ろうとします。心の触れ合いということとは全く無縁な人です。周りは敵と感じていて、人は温かい存在ということが理解できないので、自分が危険な目に遭う前に、これまでに述べてきた特徴が出ているのです。このような人はとても強そうに振る舞っているので、強そうに見えます。でも根底にはひどい劣等感や屈辱感が眠っているので、傷つきやすいのです。しかもこの心理状態だから、普通の人よりひどく傷つきます。そこで何かがあると心理的に一気に崩れ落ちることがあります。それを恐れてもいるのです。つまり相手を傷つけようとしているのではなく、自分を守ろうとしているだけです。ただそのやり方が間違っていることには気づいていないのです。もっと健全としたやり方で自分を守る方法があるということに気づいていないのです。このような特徴があるために、一般的にこのような人たちは嫌われていますが、それでもある種の人たちにとっては魅力もあるのです。例えば、自己愛性人格障害的な親に育てられた人は、その親を大嫌いでも、その親に似た人に惹かれることがあります。つまり自己愛性人格障害的な人に惹かれることがあります。もちろん付き合う前は相手の嫌な性質には気づいていないのです。皆さんは湘南の海に行ったことありますか？湘南の海は遠くから見ると海好きの人には魅力的に見えるんですけど、近づくと臭いし、汚いし、ゴミだらけだし、最悪です。自己愛性人格障害的な人も遠くから見ると自信ありそうだし、称賛や名誉を激しく求めることから出世する人もいます。
そこでこのような人に魅力を感じる人もいるのです。でも湘南の海と同じで、近づくと急に嫌なところが出てくるのです。そしてここまでにこのような自己愛性人格障害的な人たちは、心の奥には自分はひどく劣っていて他人の奴隷となる存在というのがあって、でもそれに猛反発してそうならないように先制攻撃をしているという話をしてきました。でも同じように心の奥に自分はひどく劣っていて他人の奴隷となる存在というのがあるのに、それに猛反発しないで受け入れている人たちもいるのです。このような人たちは、相手が自分を支配し、コケにし、利用する人だと分かっていても、その人から離れようとしないことがあります。この両者はよくくっつきます。自己愛性人格障害的な人にターゲットにされたら、とても悔しい思いをします。憎しみがたまります。心も壊れてしまいます。そこで別れてから、あいつはクソだった、あいつはひどいやつだ、と相手を責めたくなりますが、責めても無駄です。自己愛性人格障害的な人に対して攻撃すれば、その何十倍にもなって帰ってきます。話は通用しません。自分の人生にとって大事なことは、相手を懲らしめることではありません。仮に相手を懲らしめることができても、自分がまた別の自己愛性人格障害的な人にたげられたら、その方が辛いです。そして、実は一度ターゲットにされた人は、相手は変わっても、また同じ種類の人のそばに行ってしまうことが多いです。自分ではたまたま運が悪かっただけだと思う人が多いですが、運ではなくて自分の中にそのような人に惹かれる何かがあるのではないかということを検討しておくことをお勧めします。例えば相手と同じように自分の中にもナルシシズムがあるのではないか、あるいは依存心が病的に強すぎるのではないか、あるいは親が自己愛性人格障害的な人だったので、そのような人に惹かれるのではないか、このようなことを内省してみてください。思い当たることがあるのであれば、これからは細心の注意を払いながら相手選びをしなければなりません。そして相手は急に自己中心的な性格になったり、自己愛性人格障害的になったのではないということにも注目する必要があります。付き合い始めは見えなかっただけで、最初から自己愛性人格障害的だったんです。人格障害的な性格は隠そうとしても隠せるものではありません。隠しててもちょっとした拍子に尻尾が出ています。自分の方に人を見る目があれば、この人はなんかおかしいと直感が働くはずです。ただ、アダルトチルドレンはこの直感が働かない人が多いのです。私は人を見る目がないと責めたいのではありません。大変な思いをされていることは分かっています。でも、自分を責めるのではなく、心理的にきついけど、きちんと向き合っておくことをお勧めします。
もう一度遂げられたら、もっときつい人生になります。話を戻すと、この人はなんかおかしいという直感が働かない理由の一つは、自分に自信がなくて、ありのままの自分を隠すことに必死で、意識が自分自分自分と自意識過剰になっていると、相手を見る余裕ができません。もう一つは、依存心が強くて、相手が必要になりすぎている人などは、相手の欠点を無意識であえて見ないということが起こります。アダルトチルドレンは人を見れるようにならないといけません。まずは自分の恥ずかしい部分が出ていないか、自分の悪い面がバレていないか、自分をよく見せようのように、自分になっていることに気づいて、相手をよく観察するようにしなければいけません。万が一、今ひどい人のそばにいるというのであれば、対策としてよく言われることは、相手を怒らせない、自己陶酔させない、相手の劣等感を刺激しない、褒めちぎる、相手を認める、相手の問題として気にしない、ビジネスライクで接する、などと言われますが、ここはアダルトチルドレン専門チャンネルです。愛されて育った人へのアドバイスとアダルトチルドレンへのアドバイスは違います。私はアダルトチルドレンには離れること一択を推奨します。一択です。そうは言っても家族や上司、パートナーなど離れられないというかもしれませんが、それもわかるのですが、それでもなお離れることを推奨します。自己愛性人格障害的な人にこちらが分からせることはできません。自己愛性人格障害的な人をこちらが変えることはできません。共依存は誰のためにもなりません。自分の心も壊れるし、相手のナルシシズムも強化されます。ナルシシズムはどれだけ褒めてもらっても満足しません。どれだけ成功しても満足しません。どこまで行っても満足しません。そしてこういう性質なので、こちらが気に入られようと頑張っても相手は満足してくれません。それどころか、頑張りすぎてあなたが体力的に限界で倒れたら激怒されます。一緒にいればいるほど心は壊れていきます。以上のようなことから離れることを推奨します。ではポイントを振り返ります。この種の自己愛性人格障害的な人は、心の底にひどく自信のない自分を隠しています。それを隠しきるために威圧的な態度や自己陶酔を使っています。そこで自分は特別だ、自分は偉いんだ、自分は王様だというような横柄な態度で振る舞っています。また自己陶酔し続けるために称賛や名誉を激しく求めています。故に他人の成功が許せず、他人の足を引っ張る機会に敏感です。このように称賛してもらうことが自分を保つために必要になりすぎているので、称賛されないだけで傷つきます。ましてや批判されようものなら激しく傷つくので激怒します。一度怒ったら粘着力もすごいです。そして
自分しかなくて自己中心的すぎるので、人の気持ちは全くわかりません。さらに、周りを敵視し、誰も信じていません。だから、とことん嫌な人になれます。このような人です。そして、社会には一定数このような人がいます。それを知っておくことは、自分の身を守る上でとても大切なことです。アダルトチルドレンは、自分を傷つける人のそばに行ってしまうことがよくあります。まずは、人を見る目を養う必要があります。周りは自分のことをどう思っているのだろう。今こういうふうに言ってしまったから嫌われたのではないか。周りは私を笑っていないか。このように自意識過剰になっていると、どうしても相手のことが見えません。極端に自意識過剰になってしまうのは、自己評価が低いからです。自己評価を上げて、自分は大丈夫かな、自分の恥ずかしい部分が出ていないかな、という視点から、相手は大丈夫かな、相手はどういう人だろう、という視点を持つ努力をしていきましょう。アダルトチルドレンの恥ずかしがりや自意識過剰の直し方という動画も参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。このチャンネルはアダルトチルドレンの直し方や改善方法や生きやすくなるための情報を配信しているアダルトチルドレン専門チャンネルです。仲間になってくださる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。別に自己愛性人格障害的な人に苦しんでいるわけでもないのに、自分に当てはまらない動画も毎回見てくださっている方にはとても感謝しております。また、高評価、コメント、応援してくださっている方々、ありがとうございます。そして、いつも最後まで見てくださる方にも本当に感謝しております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。